皆さんこんにちは、こんばんは。トマトです。いかがお過ごしですか？私は元気です。イエーイ本当にいつも見ていただきましてありがとうございます。今日はですね、何をするかと申しますと、最近行っている髪のうねり対策に関して皆さんにシェアしていきたいと思います。髪が湿気でうねったり、髪が細くなってうねったりするから嫌だわと思っている方いらっしゃいましたら、是非最後までご覧になっていただければと思います。私のチャンネルでは裏感女子の豊かな生活のためにファッション情報を中心にお届けしております。今日は美容関係、髪の毛に関してのお話ですけれども、もし気に入っていただけましたらば高評価ボタン、またチャンネル登録を後ほどよろしくお願いいたします。はい、ということで最近ね、私はセンターパーツにしてますけれども、これはね、左右対称になるのが難しいんですね。斜めの生え際がやはり薄くなってきた、髪の毛が細くなってきたということでね、いろんな悩みがありまして、センターパーツにして今ごまかしてるんですね。これから5月の終わりとか6月になっていくとすごく湿気が上がっていきますよね。なのでそれを湿気に影響されて髪がすごいうねっちゃうんですよね。毎年悩みとして、その頃に髪をすごい短くしてベリーショートの状態で夏を過ごしていくっていうことを繰り返してるんです。今年はある程度伸びていますので、対策を真面目にしないといけないんじゃないかということで、髪のうねりはどうして起きるのか、そしてその対策って私たち素人ができることってないのかなっていうことでいろんなものを調べたんですね。簡単に髪の毛のね成分と、それからうねり対策っていうのをね、私が調べた中で私の理解をで皆さんにシェアしていきたいと思います。そのね理解のもとに商品を選んで、そして実践をして割といいんじゃないっていう形でね今やってるので、お茶でも飲みながらね皆さん聞いていただければと思います。で私の理解ですからね、間違ってたらごめんなさい。専門家の YouTube とか書籍を見ていただいて、大体合ってるんじゃないかなということでね、いろんなものをこうね調べて、そしてなるほどっていうことでねまとめてみましたので、気軽にちょっと聞いていただければと思います。髪の毛ってケラチンタンパクでできてるんですよね。でお肌なんかもタンパク質でできてますよ、髪の毛もタンパク質ですよとか言われてますけど、そしてもっと詳しく言うとアミノ酸がつながったポリペプチドでできてるということなんですね。ポリペプチドをつなげてる結合っていうのがね4種類あるらしいんです。それをね理解する必要があります。一つ目は水素結合っていうことですね。でこのポリペプチドの結合って髪の毛濡れるとすぐに、切れてしまって、簡単に切れてしまって、そして乾かすと結合されるっていうのがこの水素結合です。で2番目に塩イオン結合というのがあります。髪の毛ってね弱酸性で pH が 4.5 から 5.5 が一番安定するというふうに言われてます。pH が崩れちゃうとこの結合が離れてしまうっていうのがこの塩イオン結合ですね。そして3つ目はシスチン結合ですね。このシスチン結合っていうのを利用しているのがパーマと言われています。1剤で結合を切って、そして2剤でもう一度その結合がされると。そして4つ目はペプチド結合ですね。もうこれがもう結合が切れちゃうと、これは髪が傷んだ状態、イメージとしては枝毛とかそういうものなんですね。髪の命がこのペプチド結合らしいです。以上4つもですね簡単ですけれども結合があります。家庭でできるうねり対策ってこの4つの結合を知った上で考えると、一番の水素結合、こちらを私たちがいかにコントロールするかっていうことになってくると思います。髪が濡れたら結合が切れて、乾いたら結合されるということですから、髪の毛の水分を乾かすということが大事だっていうことが分かりますね。髪の毛を洗った後にドライヤーをかけないで濡れたまま寝るっていうのが、これはもう一番ダメだということになってきます。大雑把に髪の毛うねり対策の内容を言いますと、髪の毛は絶対乾かすということですね。ドライヤーを使うということ、そして髪の毛はケラチンタンパクでできているので、栄養不足のねもう弱々しい髪になってる
ということですから、私なんかね。なのでケラチンタンパク、栄養を入れていくっていうことが大事になってきますよね。そして栄養を入れたらきちんとその栄養が逃げないように蓋をするっていうことも必要になってくると思います。それは一体どうやってやればいいかっていうことなんですけど、髪の毛の栄養を入れる、これは洗い流さないトリートメントを使ってます。洗髪後タオルドライした髪の毛にケアクリームね、1円台も入れたらちょっと多いので、私の場合もう少し少ないぐらいで全体的にやっといて、こう髪の毛の真ん中から下、主に真ん中から下にこういうふうにつけて、ね、で最後手に残ったもの上からこういうふうにつけてで下からもこういうふうにつけて、そして櫛で全体的にこう伸ばして、でさらに染み込ませたいっていう方は蒸しタオルやるといいっていうふうに美容師さん言ってましたね。その後にヘアオイル、蓋をするという意味でヘアオイルをしております。その栄養が外に逃げないように保たれるようにということで、そしてヘアドライヤーの熱から髪を守るという意味でね、私の場合はね少しだけですね、そのぐらいつけて全体的に伸ばして、またブラッシングをして全体的に伸ばす。それからドライヤーで乾かすというふうなことをしております。乾かす時もキューティクルの向きを意識して上からドライヤーをかけて全体的にこう根元からしっかり乾かす。別の動画でもご紹介してるんですけど、そこからまた知識がバージョンアップしてますので、少し軽く引っ張りながら上からこうね乾かしたりしております。髪の毛の栄養を入れる、そして蓋をするって言いましたけれど、何が入ってればいいのかっていうことをね美容師さんの動画で拝見しましたが、まずねケラチン、セラミド、コレステロール 18MEAっていうね、そういったものがね入ってるとすごくいいらしいんですね。またちょっとね 18MEA なんてちょっと何のことかよくわかんないんですけど、ケラチンとかですねセラミドとか、そういったものが入ってればいいんじゃないかなというふうに理解をしております。オイルに関してはエルカラクトンっていう成分がうねりにすごく有効らしいですね。メドフォームっていう成分がドライヤーの熱から髪の毛を守ってくれる成分らしいです。そういったものがオイルの中に含まれてるといいんじゃないかっていうふうな美容師さんの動画で拝見いたしました。他にもねいろんな成分をおっしゃってる方いらっしゃいましたけど、ちょっとねあんまり覚えられない覚えられないんで、栄養に関してはケラチンとかセラミドが入ってればいいんじゃないか。そしてオイルに関してはドライの熱から守りますよ、うねり対策に有効ですよとかいうことを書かれてるものを選べばいいんじゃないかなっていうふうに思っております。何年も前に購入してほったらかしになってたコテのようなものを最近発見しまして、最近使い始めたらもう本当にねドライヤーの後空気感を入れた後にまっすぐなるためにコテを使ってるんですね。これアゲツヤっていうねこのブラシタイプなんですね。ブラシのこの中に熱くなるこの何かわかんないですけど、これ入っててすいません適当で入ってて、いつものドライヤーで乾かしてるようみたいな感じでこうさーっとこうやればね本当にまっすぐになっていくんです。これはね120度から210度まで温度調節ができますので、私はだいたい170ぐらいでやってるんですね。あまり高温だと髪の毛に良くないかなと思ってそのぐらいにしてます。でブラシですからねこうさーっと同じところでずっと止めてるわけじゃないので、さーっとこう流すようにやるだけでまっすぐこうなっていきますから、これね割と気に入ってこれも使ってます。やはりドライヤーでやった後にこれをやると髪の毛のやっぱり水分がきれいにこう、なくなっていくのかなっていう気がしてます。やけどとか高温に注意をしていただければと思います。中温か低温ぐらいでやってます。それだけでもね全然効果がありますので、私はねこれが気に入っています。トリートメントはですね成分でこう検索して出てきたのがねこれだったんです。いくつも出てきて、分かんないから、試しにこれを使ってみようということでムコタデューラアイレ9番、割とねこってりしますから
量的にはねどのぐらい使ってるかというと1回でこのぐらい、私の髪の毛でこのぐらい使ってます。香りも好きで。匂って、匂わない割とねつけすぎると髪の毛すごい重くなる感じ、栄養吸った感じになりますね。でその後これも検索で出てきてマテリノートっていう、ごめんなさいね、これプロモーションじゃないんで、私が本当に個人的に調べて使ってよかったっていうのをシェアしてるので、全然ね製品のことあんまりよく成分で検索して使ってみてよかったということで皆さんにシェアしてるので、マテリノートクアエッセンスリペアオイル毛髪補修ケラチンケアオイル、これ2本入ってる。こっちはね使ってるんです。だいぶねこれ1ヶ月以上使ってますけど、本当にこれも私の髪でこのぐらい、私の髪でこのぐらいしか使ってない。すごいしっとり。これはねつけすぎると結構私にとっては重くなりすぎるので、本当に少量。まあ皆さんの髪の毛の長さによってつける量は違ってくるかと思いますけどね。ということで、今日はですねいい天気で、湿度もそんなにないので上げつやで仕上げた髪の毛がね一日中保つと思うんですけれども、まあ、皆さんもねこれからの梅雨時、うねったり爆発したりする方は髪の毛の中の栄養がね、足りてないのかもしれません。私ね多分足りてなかったんだなと思います。外気のね湿気を吸うので濡れた状態になりますね。そうすると水素結合が剥がれちゃうので髪の毛がうねるということなんですよね。防ぎながらなんとか自分が朝作ったヘアスタイルが一日持つようにね工夫していきたいと思います。また新たなね知識とか私が自分でやってよかったよっていうのがあったら皆さんにシェアしていきます。これはあくまでも個人のね私の今使ってるものでよかったなということのシェアですので、皆さんは皆さんなりにねさらに調べていただいて参考になさっていただければと思います。私のチャンネルではアラカン女子の豊かな生活のためにファッション情報を中心にお届けしています。時々ダイエット情報、美容情報とか私の体験に基づいた内容もお届けしておりますので、もし気に入っていただけましたらば高評価ボタン、またチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、では今日の動画はこれでおしまいです。また次の動画ですぐにお会いいたしましょう。ではまたね、バイバーイ。